こちらでは、19歳の会社員、風花の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、走り出す気持ち。春の陽光が、新緑の葉をキラキラと照らしていた。風花は、お気に入りのプレイリストをイヤホンから流し込み、整備された池の周りのランニングコースに近づいてゆく。愛知県大府市にある、健康の森公園。週末の朝の公園は、思い思いの時間を過ごす人々で賑わっている。ジョギングを楽しむ人、犬の散歩をする家族連れ、ベンチで読書にふける老夫婦。風花は、そんな穏やかな風景の中を、自分のペースで走るのが好きだった。営業部の慌ただしい毎日から解放され、風を切る感覚が心地よい。19歳の風花にとって、ランニングは心身をリフレッシュでき、日々の小さなストレスを洗い流す大切な時間だった。ストレッチを終え、呼吸を整えていると、見慣れた男性の姿が視界に入ってきた。グレーのランニングウェアに身を包み、規則正しいフォームで走るその人物は、風花が密かに憧れている職場の先輩、高橋優馬だった。28歳という少し離れた年齢。優しく穏やかな物腰、仕事に対する真摯な姿勢。風花にとって高橋は、単なる先輩という枠を超えた、特別な存在だった。まさかこんな場所で会うなんて、風花は驚きで動きを止めた。高橋もまた、風花に気づき、少しばかり目を丸くして足を止めた。あれ？井上さん、こんなところで偶然ですね。高橋の穏やかな声が、イヤホンを外した風花の耳に届く。少し照れたように微笑む風花に、高橋も爽やかな笑みを返した。はい、私もよくここで走るんです。高橋さんもですか？気分転換に。それに最近、少し運動不足を感じていて。と、高橋は軽く汗を拭いながら答えた。井上さんもランニング好きなんですね。はい、走ると気持ちいいですよね。風花は高橋の飾らない笑顔に、また一つ心を奪われた。高橋は会話を続ける。実はこの後、公園の隣にある温泉施設に行って、汗を流してから食堂で軽く食事でもしようかと思っているんですが、もしよかったら、井上さんも一緒にどうですか？高橋の突然の誘いに、風花は心臓が跳ね上がるのを感じた。まさか、憧れの先輩と二人で食事をする機会が訪れるなんて。喜びと戸惑いが入り混じり、一瞬言葉に詰まってしまう。いいんですか？と、上ずった声で問い返すと、高橋は優しく微笑んだ。もしよかったら、もちろん、都合が悪ければ全然構いませんよ。行きます。ぜひ、ご一緒させてください。風花は慌てて答えた。この時は、迷いはみじんもなかった。本当ですか？嬉しいです。では、ランニングの後、温泉施設に入ってから食事をする、という流れでどうでしょう。そうですね。11時30分頃に食堂の前で待ち合わせでどうですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。風花は顔が赤くなるのを自覚しながらも満面の笑みを浮かべた。じゃあ、後で。高橋は軽く手を挙げて再び走り出した。風花はその背中をしばらく見送っていた。時刻は9時20分。約束の時間までまだ少し時間がある。どうしよう。何を話そうか？どう振る舞おうか？職場以外の場所で高橋と会ったことはない。まして二人きりでなんて、期待と不安は風花の中で渦巻く。高橋の走り去る背中を見つめながら、風花の心には喜びと同時に小さな影が落ちていた。9歳という年齢差、職場の先輩と後輩という関係性。高橋はただの食事に誘っただけかもしれない。深読みするのはきっと自分だけだ。独り言のように、でも、やっぱり年も離れてるし、ただの先輩と後輩だよね。風花の口から言葉がこぼれ落ちる。高橋が走っていく方向、風花は複雑な表情で見つめた。憧れの存在と少しでも長く一緒にいたい気持ちはある。でも、年齢という壁はどうしても頭をよぎってしまう。もし自分の気持ちを知られたら迷惑に思われるかもしれない。しばらく考え込んだ後、
風花はゆっくりと顔を上げた。高橋とは逆の方向に視線を向け、小さく息を吸い込んだ。でも、いつか、ちゃんと話せるようになりたいな。自分の気持ちを。そうつぶやくと、風花は高橋とは逆の方向へ走り出した。高橋の後を追って、同じ方向へ走り出すことも考えたが、風花の足は高橋とは逆の方向へ向かっていた。胸の奥には、小さな決意と、拭いきれないほどの切なさが入り混じっていた。約束の11時30分まで、まだ時間はある。今はただ、自分のペースで走り続けよう。いつか、この距離が縮まる日が来ることを信じて。こんにちは。今回はですね、ある短編小説「走り出す気持ち」について皆さんと一緒に深く味わっていけたらなと思います。はい。主人公は19歳の会社員井上風花さんで、彼女が憧れている職場の先輩高橋優馬さん、28歳ですね。この2人が週末の公園で、偶然出会うという場面から物語が始まるんです。ここでの風花さんの心の動き、特にその期待と不安がどう交錯していくのか、そのあたりを今日は見ていきたいなと。この偶然の出会いっていうのが、実に多くの感情を引き出すきっかけになりますよね。そうですね。風花さんにとってはやっぱり9歳っていう年齢差、それから先輩と後輩っていう職場での関係性、なるほど。これが彼女の行為にどう影響していくのか、このあたりの心理描写が、非常に興味深い点だなと思いますね。本当にそうですね。だってお気に入りの音楽を聴きながら公園でランニングしてるっていう風花さんにとってはすごくリラックスした時間なわけじゃないですか。そこにまさかのその憧れの人が突然現れるわけですからね。風花さんが高橋さんに気づいて、彼も足を止めて、井上さんみたいに声をかける。こんなところで偶然ですねってそう、この偶然性っていうのがやっぱり重要で、予期してない出来事だからこそ風花さんの心はもう一気に高ぶるわけですよね。高揚しますよね。高橋さんの飾らない笑顔とか気軽な会話、その一つ一つが彼女にとってはなんか特別な意味を持ってきちゃう。そして高橋さんから思いがけない誘いがあるわけですよね。この後温泉施設に行って食事でもどうですかと。これ風花さんにとってはもうまさに夢のような展開というか。そうでしょうね。ただもしかしたら高橋さんにとっては本当に軽い食事でもくらいの感じかもしれない。なるほど、温度差があるかもしれない。そうなんです。このなんていうか受け止め方の違いみたいなものが後々の風花さんの葛藤につながっていく。で彼女は、行きますって即答するんですよね。そうですね。迷わず、それで11時半に食堂前でという待ち合わせが決まる。ここまではもう本当にトントン拍子で、でも高橋さんが走り去った後ですね、風花さんの心にちょっと変化が訪れる。そうなんです。あれだけ嬉しかったはずなのに、なんか不安が顔を出し始める。この変化っていうのはどうしてなんでしょうか。それがですね、さっきもちょっと触れましたけど、年齢差と関係性っていう現実ですよね。現実ですか。9歳差っていうのは特に10代の風花さんにとってはなんていうか社会的な経験とか価値観の壁みたいに感じられやすいのかもしれない。なるほど。だから高橋さんの何気ない優しさみたいなものをもしかしたら社交辞令なんじゃないかとか、後輩として気遣われただけかもみたいに深読みさせてしまう。なるほどな。つまり行きたいっていう気持ちと、でも行ったらどうなるんだろう、もし自分のこの行為が迷惑だったらどうしようっていう不安、その2つのなんか強い感情が心の中でぶつかり合ってる、そういう状態なんですね。まさにそれが彼女の内面的な葛藤ということだと思います。高橋さんの優しさが本物であってほしいって願いつつも、やっぱり傷つきたくないとか今の関係を壊したくないっていう自己防衛的な気持ちも働いているんでしょうね。作者は高橋さんと別れた後の風花さんの思考の目まぐるしさっていうのを短いセンテンスを畳みかけるように描いてるんですよ。それによって読者にも彼女の混乱が伝わるように工夫してる感じがありますね。でその葛藤の末に彼女はある行動を選ぶわけですね。高橋さんとは、逆方向へ走り出す。そうなんです。これって単に逃げ出したっていうわけではないんですよね。そう解釈できると思いますね。約束の11時半までにはまだ時間があるわけですから、その時間を使って自分のこのなんか渦巻くような気持ちを整理したい、落ち着かせたいと、そう考えたんでしょう。感情に流されるんじゃなくて、そう、一度立ち止まって自分を見つめ直そうとする。
ある種の誠実さとも言えるかもしれません。走りながらいつかちゃんと話せるようになりたいな、自分の気持ちをってつぶやくシーンがすごく印象的でした。ありましたね。彼を追いかけるんじゃなくて、まず自分の内面と向き合うことを選んだという。このつぶやきは彼女の切実な願いであり、同時に未来への小さな決意表明のようにも聞こえますよね。決意表明ですか？憧れの相手との距離を縮めたい。でもその前にまず自分自身の気持ちをちゃんと言葉にできる、そういう自分になりたいんだと。なるほど。その複雑で繊細な、成長のプロセスみたいなものがこの走り出すっていう行為に象徴されているのかもしれないですね。さて、これを聞いているあなたはこの風花さんの選択どう感じますかね？約束の時間まで彼女は自分の気持ちをどう整理していくんでしょうか。そして11時半の再会は一体どんな空気になるのか。この走り出したばかりの淡い気持ちの行方についてちょっと想像を巡らせてみるのも面白いかもしれませんね。最後まで聞いていただきありがとうございます。風花のプロフィールはこちらです。趣味はランニング、19歳の会社員、営業部で働いています。彼女のイラストギャラリーとショートアニメ動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。